こんにちは。ゆっくりロジャーです。こんにちは。ゆっくりラファです。ゆっくりテニスチャンネルへようこそ。今回はゆっくり選手名鑑。紹介するのはステフィー・グラフだよ。ステフィー・グラフといえばグランドスラムを22回も勝ったレジェンド選手だね。そう、1980年代後半から90年代後半にかけて、圧倒的な強さを誇りテニス界の女王と呼ばれていたんだ。そのキャリアの中でたくさんのライバルたちとしのぎを削った。すごいのがここに挙げているのは世界ランク1位やグランドスラム優勝を経験した素晴らしい選手たちだが、誰一人グラフとの対戦成績で勝ち越している選手はいないのだ。すごい。彼女の持っている記録がまたすごい。おお。まあとても書ききれないくらいあるね。今回はグラフのユニークなプレイ。その強力なフォアハンドは最強の矛。バックハンドは片手打ちでほとんどスライスしか打たないのだが、まるで鉄壁の盾のようだ。この2つのショットに絞って解説していきたいと思うよ。ワクワク。この映像は引退してからかなり経った頃のものだが、なお凛々しいグラフの姿だ。そしてこの素晴らしいフットワーク。打ったボールを追うように前に入るが、ものすごいスピードで後ろに下がり自分のポジションに戻っている。ほんとだ。皆さんはこんなスピードで後ろに下がったことありましたか？そしてグラフのフォアハンドだが、回り込みのフォアハンドを打ち、私のお気に入りのショットだというグラフ。一般のテニスプレイヤーなら自分のショットに自信を持ってお気に入りのショットさ、なんて言ってみたいものだが。そうだね。しかしグラフが言うとかなり控えめな発言に感じるほどだ。へえ。彼女ならグランドスラムを22回勝ち取ったショットよ、とか。世界のトップ選手たちをも絶望させたショットよ。くらい言う権利があるだろう。そんなことは言わないでしょ。しかしそのくらいグラフのフォアハンドは圧倒的だったのだ。ほほう。この無慈悲な破壊力。うわぁ。クロス、ストレート、逆クロスとコースも自在。すごい。そしてお気に入りの回り込みのフォアハンドだが、ものすごいサイドステップで、速い。相手がバックで打たせようとしたボールを返り討ちにしてしまう。お見事。なぜ回り込みのフォアハンドが鍵になるかだが、ここで相手選手はグラフのフォアを避けてストレートにボールを送る。しかしグラフの驚異のフットワークで回り込まれてしまう。相手選手はストレートに打ってしまったことにより大きくポジションを変えることを強いられるが、間に合わず反応が遅れてしまう。主導権を握られてしまえば、グラフのフォアハンドは止められない。うひゃー。相手選手からするとグラフの強力なフォアハンドとの打ち合いは苦しい。しかしバックで打たせようとしたボールが甘ければ非常に悪い体勢でグラフの攻撃を受けてしまうことになるんだ。なるほど。フォアハンドの握りはいいスタングリップ。高いテイクバックを取り、打点はやや後ろめ。頭上に振り上げるようなフォロースルーが特徴的だ。独特だね。しかし明らかにこの時代最強であったグラフのフォアハンドだが、当時のテニス雑誌でお手本に押されるのは大抵他の選手で、グラフについては、あの人はまあ、特別だから、真似しちゃダメだよ、みたいな調子であったように思う。あくまでロジャーの記憶ですので、それはグラフのフォームに他の選手と違う、アンオーソドックスとでもいう点がいくつかあったからなのだが、しかし私は世界一のフォアハンドに対してそれはどうなのだろうか、という思いがあったのでその点も踏まえて今解説したいよ。はいはい。アンオーソドックスなポイント1はそのテイクバックの遅さだ。テイクバックのタイミングに注目してプレイを見てみてほしい。ボールがバウンドしてもまだテイクバックが完了していない。ほんとだ。しかしそのテイクバックの遅さゆえにラケットを動かし始めてから全くよどみなくスイングスピードを上げていくことができる。なるほど。当時は本当にありえないくらい遅いテイクバックに感じたものだが、しかし現代ではグラフほど遅いタイミングではないがラケットヘッドを引かず常に動かし続ける選手も多い。案外当時を知らない人の方が違和感が少ないかもしれない。皆さんはどう思いますか？アンオーソドックスポイントにはフォワードスイングに移った時の面の向きだ。通常はフォワードスイングに移った時はいくらかは面が伏せられているものだが、なんとグラフはやや面が上を向いている。あれー。別のシーンでも、上向いてるー。しかし観察すると現代の選手も、これはソネゴの練習中の強打で、試合ではここまでやらないだろうが、ここでも面が上を向いている。
キリオスのビンタショットも。上を向いている。どうもしこたまボールを飛ばそうとすると上向きの面をかぶせ気味に使うのは自然なことなのかもしれないね。その分と言っていいかわからないが頭上に振り上げるようにしてアッパースイングを作るので救出はフラットドライブといったところか。アンオーソドックスポイント、1も2も強力なボールを打つためなんだね。そうなんだ。常識的にはもっと早くラケットを引いて、面を伏せたところからスイングするべき、となるが、グラフにしてみればそれでは相手をねじ伏せる強力なフォアハンドは打てないというところかもしれない。ははまた当時は道具の性能も良くなかったので余計にボールを飛ばすことに注力する必要があった。なるほど。そして最後にアンオーソドックスポイント3は体の傾きだ。グラフは多くの場合体がこのようにくの字に折れている。確かに。癖と言ってしまえばそれまでだが、そうなる理由がいくつか考えられる。一つはグラフが薄いグリップで、必殺のショットが回り込みフォアハンドだということが理由だ。というと？薄いグリップの選手は皆そうだがボールからある程度離れる必要がある。腕を畳んで打つことができないからね。そして回り込みフォアハンドだが、これは何せわざわざボールの反対側に体を移動させないといけないのでボールとの距離を取りづらいショットだ。しかし回り込みフォアはグラフの最も強みとするところ。少しでも回り込んで打てる範囲を広げるためにボールと反対側に体が折れるフォームになるのではないだろうか。なるほど。もう一つ理由が考えられて、それはより高い打点で打つためだ。薄いグリップはスピードボールを打つには適しているが高い打点は打ちづらいものだ。それをこのように体を傾けることによって補っているのかもしれないね。ほほう。このように体が傾いていて優れたショットを打つ選手はたくさんいるのにもかかわらず、どうも日本のテニス情報は軸が好きすぎないだろうか。ほう。特定の選手の特定のシーンを切り抜いて、ほら、垂直の軸があるでしょ。なんていうものをよく見る気がするが、しばしばそういう見本にされるフェデラーだって体が傾いているシーンはたくさんあるんだよね。軸とか回転っていうと概念的に正しい感じが過剰にしちゃうんじゃないかな。ロジャーは疑り深いからね。まあ私に何か答えがあるわけじゃないが、そういうテーマの動画もそのうち作るかもしれない。そして次はグラフのバックハンドを紹介しよう。最初にも言ったようにグラフのバックハンドはほとんど全てスライスショット。なぜほぼスライスオンリーかというと、グラフのプロ転向はなんと13歳。13歳？あまりにも早く強くなってしまったためにトップスピンを習得する時間がなかったと言われているよ。なんとまあ。確かに素晴らしいスライスショットだね。丸くなったな、ステフィー。急に慣れしいな。丸くなったってどういうことだい？素晴らしいショットじゃないか。丸くなったのはアガシでしょ？まあアガシも丸くなったが。しかし現役時代のグラフのスライスはもっとすごかった。この全身を使った強力なスイング。華麗。低く重いスライスで相手を押し込み、走らせる。相手はなんとかボールを持ち上げるのだが、甘くなればフォアの攻撃を食らってしまう。通常スライスショットというと守備のイメージが強い。しかしグラフはその素晴らしいショットの質と必殺のフォアハンドを持っていることで、処理を誤れば即失点するという大きなプレッシャーを相手に与えることができるんだ。グラフのバックハンドスライスはただ守る盾ではなく、相手を押しつぶす強力な盾なんだ。特徴的なのがこの体勢。打球面が後ろを向くくらいラケットを寝かしているね。ほんとだ。ここから急激に面を起こすことによって強烈なスイングスピードとボールへの強い当たりを生み出しているんだ。ここまで大きく面を動かして安定したショットを打つのは相当に難しいテクニックだ。そしてさらにすごいなと私が思うのが、ライジングでもお構いなしに強く振ってスライスショットを打つところだ。私はライジングショットはスライスで打つ方が難しいと思うのだが、普通に打つのも難しいフォームでなおやすやすと打ってしまう。確かにすごいね。どうしてこんなことができるんだい？ラファーよ。なぜこんなことができるんだ、ということができるからこそ世界ナンバーワンなんだ。グラフ自身は、両手バックを覚えればよかったかも、という発言もしているので、自分のバックハンドに葛藤もあったのだろうが、大抵の相手選手にとってはそこそこいいがフォアハンドほどではないバックハンドよりも、フォアと全く異質のスライスショットで左右に走らされ、打点も低くなり反撃に転じづらいこのスタイルは脅威だったのではないだろうか。なるほど。いかがだっただろうか。確かにグラフの打ち方は決して教科書的ではなく、彼女の超人的な能力の高さがあるからこそできるものだ。しかし決して非合理的なフォームではない。常識にとらわれない自分だけのスタイルで世界最強。それ、最高にかっこいいよね。それでは。また見てねー。